こんにちは。 Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと2月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。ファークライニュードーン2月4日からゲームパスに対応しています。2019年に発売されたファークライ5の舞台を引き継いだスピンオフ作品です。作品としても5と6の間にリリースされたタイトルとなりますね。過去のシリーズと同様にオープンワールドを自由に探索することができる作りとなっていて、ファークライ5のエンディングから17年後の物語が描かれています。システムにおいては5から引き継いでいる面が多く、伝統支援のために生存者や動物を雇うことが可能。またプレイヤーはプロスペリティと呼ばれるコミュニティを本拠地とし、敵からの襲撃を防ぎながら機能を強化していくといった要素があります。この本拠地を強化することによって武器やビーグルのアップグレードや体力の増加など様々な効果を得ることができる作りとなっています。またシリーズ作品と同様に今作も2人までのオンライン協力プレイでストーリーを楽しむことが可能です。ただし協力プレイ時にストーリーが進行するのはホスト側のみとなっていて、ゲスト側のストーリーは進行しない仕様となっているため、その点はご注意ください。ゲストとして参加して入手したアイテムなどは協力プレイ終了後も保持される作りとなっています。あくまでスピンオフタイトルのためゲームボリュームは本編ほどではなく、マップ規模もミッション数も少なめとなっているので、コンパクトに遊びたいという方は触ってみてはいかがでしょうか。マッテン NFL25 2月6日からゲームパスアルティメットに対応します。2024年にリリースされたアメフトシリーズ最新作です。昨年の2月にも前作が追加されていますね。今作では新しい物理演算を用いたダイナミックなタックルシステムを採用していて、リアルな衝突やダイブを楽しむことが可能に、またアクション面も再設計され、全ての動きがより現実的になっているとのことです。なお過去作と同様に今作も日本語には未対応となっています。キングダム2クラウンズ2月13日からゲームパスに対応します。2D のピクセルアートで作られたタワーディフェンスゲームです。日中には探索と建設を行い、夜になると襲いかかってくる魔物から王国を守るというサイクルを繰り返していく作りとなっています。ローカル、オンラインともに最大2人協力プレイにも対応していますよ。なお今作は2021年にゴールドメンバー向けに無料配信されたタイトルのため、その頃から継続して加入されている方はすでに所有済みとなっているのでご確認ください。アバウド2月19日発売日初日からゲームパスに対応します。 Xbox ファーストタイトルですね。グラウンデッドやアウターワールドなどを手掛けたオブシディアンが開発を手掛ける剣と魔法をテーマにした壮大なファンタジー RPG です。パラメーターや素性によって選べる会話の選択肢が変わったり、フィールド上の木箱を破壊してアイテムをどんどん入手していくような感じの作品となっています。特にアクション性の高い戦闘システムが特徴となっていて、様々な魔法や武器種を組み合わせて多彩な戦闘方法を楽しむことが可能です。またオプションで一人称三人称をいつでも自由に変更することができるように作られていて、お好みの設定で遊ぶことができます。なお今作は発売日初日から日本でもプレイすること自体は可能ですが、ローカライズの品質が基準に到達していないということを理由に日本語対応が1ヶ月ほど延期になることが決まっています。ここからは2月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。マージ&ブレイド追加から2年で終了となります。ぷよぷよみたいな落ち物パズルゲームとオートバトルを組み合わせた作品で、個人的に結構遊びやすくおすすめのタイトルです。パズルパートでは同じユニットを3つ並べることによってより強力なユニットへとパワーアップできるため、どんどんと同じユニットを組み合わせていく感じの作りです。ユニットは遠方からでも攻撃できるアーチャーや周りの味方を回復できるヒーラーなどもいますが、結構そこまでしっかりと編成や配置を考えなくても割とどうにかなるくらいのバランスなのも遊びやすくて良かったと思います。ステージを攻略していけばユニットを永続的に強化できるお金がもらえるので、触れば触るほど進めやすくなっていくって作りです。私のプレイでクリアまで8時間でした。
クラウドでのプレイにめちゃくちゃ適しているので、手元で遊ぶのもおすすめですよ。ブラッドステインド・リチュアル・オブ・ザ・ナイト、追加から1年で終了です。2019年に発売された名作メトロイドバニアです。18世紀イギリスを舞台にしたゴシックホラーの探索型アクション RPG となっていて、悪魔城ドラキュラシリーズに携わっていた五十嵐浩二さんによるドラキュラの精神的続編とも言えるような作品です。レベル制を採用していて、敵を倒していけばレベルアップできたり、探索を行って新たな能力を得ることによって進める場所が増えていくなど、まさしく王道と呼べるような作り、かつ非常に素晴らしい BGM と世界観、難易度設定も高すぎず低すぎずで、比較的どんな方でも楽しみやすい完成度の高い名作なので、未プレイの方はぜひ遊んでほしいです。Xbox 版と PC 版とでは別実績。私のプレイでクリアまで20時間ほどでした。リトルトゥーザレフト、追加から1年で終了です。飼い猫にちょっかいを出されながら家のものを並べたり積み上げたりして、ちょうどいい場所に整理整頓していくパズルゲーム。時計の針を合わせたり、卵を並び替えたりなど、可愛らしいイラストで作られた100以上のステージを攻略していく作品です。たまに何を求められているか分かりづらいステージもありますが、見た目から規則性を想像するのも今作の楽しさで、ワンステージのボリュームがものすごくコンパクトでサクサクと遊べますよ。ただし実績に日替わりのデイリーパズルを100回クリアするというものが存在するため、今から実績コンプを狙うのは不可能となっています。 EA スポーツ UFC3、つい先月に最新作の5がゲームパス対応している総合格闘技ゲームですね。こちらは2025年2月17日をもってサーバーが閉鎖となり、オンラインプレイができなくなるのに伴ってゲームパスからも外れる形となります。オンラインでのみ取得可能な実績も複数あるため、気になる方は終了前に遊んでみてください。また、プレイヤーの選択がストーリーの分岐やキャラクターの関係性、そしてゲームの結末に影響を与えていく SF アドベンチャーゲームのリターントゥーグレイスと 2D の横スクロールアクションとバルキリープロファイルのような戦闘システムを組み合わせたインディビジブルもゲームパスから外れます。この2作は日本語未対応、インディビジブルは PC 版のみ日本語に対応しています。インディビジブルは私 Xbox 版を英語でクリアまで遊びましたが、結構よくできていて面白かったです。クリアまでは12時間でした。そして最後にテイルズ・オブ・アライズ、追加から1年で終了です。2021年に発売された国産 RPG テイルズ・オブシリーズの最新作となっています。何度かおすすめとしてご紹介を行っていますが、テイルズ・オブシリーズの中でもトップクラスの完成度を誇る傑作です。今作アライズはシリーズの新星を意味していて、過去作を遊んだことがないって方でも楽しめるように作られているので、本当に JRPG はあまり触らないという方にも遊んでみてほしい作品です。過去のシリーズと比べるとメインキャラ全員が大人びていて、少年少女たちが世界を救うというような感じではありませんし、戦闘面では通常技と空中技、奥義などのコンボを自在に組み合わせて攻撃ができたり、即座に回避行動ができたりと非常に爽快で気持ちいい作りとなっています。またサブイベントの遊びやすさだとかファストトラベルの使いやすさ、次元要素がなく実績コンプがしやすいなど、システム面がしっかりとプレイヤーが楽しく遊べるように作られているのも素晴らしいポイントです。ストーリー面については良くも悪くも王道であり、尖った部分が少なく綺麗にまとまっているような感じで、火をてらう展開ではなく、素直にシンプルに JRPG らしい作りとなっています。悪い面としては終盤の敵が硬すぎるというのが挙げられますが、総じてクオリティは高いですし、何よりも終盤の演出が最高も最高なので、ちょっとボリューム的に今から始めるのは難しいと思いますが、もし途中まで遊んでる方いましたら、ぜひ最後まで楽しんでほしいです。なお今作は Xbox シリーズ XS 版と Xbox One 版および PC 版とで別実績となっています。私のプレイで実績コンプまで60時間くらいでした。ということで今回は2月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと2月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。
私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。